製造業で仕事をしていると、工場での実務が実際に利益にどのように結びついているのか、気になったことはないでしょうか。工場長や経営層の方では、実務と利益のつながりを明確にして経営判断に生かしていきたいが、具体的にどう考えればいいのかわからないといったことはないでしょうか。この動画では、工場の生産能力が限られている中、製品 A と製品 B のどちらを生産すればいいのかという例を通して、実務と利益の関係を解説していきます。早速ですが具体例です。とある月、X 月の損益計算書が表のようだったとします。この工場では、X 月に製品 A と製品 B を100個ずつ生産して販売しました。損益計算書には、製品 A、製品 B、それぞれの売価、製造原価、販管費、生産販売数量、また製造原価の内訳や、それらから計算される製品別の利益が記載されています。なお、ここでは製品 A と製品 B はどちらも同じ機械を使用し、作る手間も同じとします。この数字を見た社長が、製品 A の方が利益が大きいのだから、来月は製品 A だけを作ろうと言ったとします。社長の頭の中では、表2のような計算がされています。1個あたりの利益は製品 A が90円で製品 B は40円。製品 A の方が利益が大きいのだから、製品 A だけを生産したら、計算上、今月よりも5000円利益がアップするだろう。よし、来月は製品 A だけを作ろう。しかし、実際の結果は惨々たるものでした。利益は合計で3000円となり、先月の1万3000円と比べると、1万円も利益が減ってしまいました。社長には何が起こったのか理解できません。やけになった社長は、それなら来月は逆に製品 B だけを生産販売してやろうと決めました。結果、利益は2万3000円となり、最初の X 月と比べてもプラス1万円の利益が出ました。一見利益が低く見えた製品 B の生産販売に注力すると、なぜ利益が上がったのでしょうか。その理由をこの後解説していきます。解説に移ります。社長が最初に製品 A だけを作るという判断間違いをしてしまった大きな理由は、費用の取り扱い方を理解していなかったせいです。費用は変動費と固定費の大きく2つに分けることができます。変動費とは材料費に代表されるように製品を作れば作るほどかかる費用です。一方固定費は家賃や設備費、人件費に代表されるように製品を作っても作らなくてもかかる費用です。先ほどの例では製品 A や製品 B にもそれぞれ変動費と固定費がかかっていました。そのうち今回取り扱いに注意しなければならないのは固定費です。先ほどの例では販管費という部分と製造原価内訳の中の固定費の部分に設備費や人件費が乗っかっていました。固定費の取り扱いで重要なことは大きく2つあります。まず表を見てもわかるように設備費や人件費などの固定費は製品 A と製品 B に割り振られているということです。また、製品 A だけを作ろうが、製品 B だけを作ろうが、両方作ろうが、固定費の合計額は変わらないということです。具体的に見ていきましょう。表1の X 月の損益計算書をもとに固定費の合計を計算してみます。まず、製品 A について販管費は170円、製造原価のうちの固定費は240円、生産販売数量は100個なので、製品 A の固定費の合計は、170たす240、閉じる ×100 で4万1000円となります。次に、製品 B につきまして、販管費は220円、製造原価のうちの固定費は340円なので、製品 B の固定費の合計は、220たす340、閉じる ×100 で5万6000円となります。
よって製品 A と製品 B の固定費の合計は97,000円となります。次に表3 x プラス1の月で製品 A のみを生産した月の損益計算書を見てみます。販管費は195円、製造原価のうちの固定費は290円なので、固定費の合計は、195たす290閉じる ×200 で97,000円になります。最後に x たす2の月で製品 B のみを生産販売した月の損益計算書を見てみましょう。販管費は195円、製造原価のうちの固定費は290円なので、固定費の合計は、195たす290閉じる ×200 で97,000円となります。このように、表1、表3、表4すべての場合にて、固定費の合計額は97,000円で変わらないことがわかります。具体例の中で社長は最初、製品 A と製品 B のそれぞれの利益だけに注目していました。利益は費用をもとに計算されます。製品 B の生産をやめたら、今まで製品 B に割り振られていた販管費と固定費が製品 A に乗っかってくることを理解していなかったことが判断を誤った原因でした。では、どのように考えていればよかったのでしょうか。そのヒントとなる考えに、直接原価計算というものがあります。直接原価計算の詳しい内容は専門の書籍などでご確認いただければと思いますが、今回の動画の内容に関係する限りで言いますと、直接原価計算とは、貢献利益を重視する計算方法です。詳細はこの後に説明しますが、ここでは貢献利益は売価マイナス変動費で計算できるということを覚えておいてください。すると、製品 A の貢献利益は売価1200円マイナス変動費700円で500円。製造 B の貢献利益は売価1800円マイナス変動費1200円で600円となり、製品 B の方が貢献利益が大きくなります。ここで貢献利益について改めて説明していきます。通常の利益計算では、利益は売価マイナス費用で計算されますが、費用の内訳として変動費と固定費があります。おさらいですが、変動費は製品を1個ずつ生産する際に必要となる費用で、材料費が代表的です。一方、固定費は製品を生産するしないにかかわらずかかってくる費用で、設備費用や人件費が代表的です。ここで困ってくるのが製品ごとの利益を計算しようとする際に、固定費は本来個別の製品ごとには分けられないものだということです。そこで固定費を製品ごとの売上や生産するのにかかった人数などの何らかの基準によって製品ごとに分割して割り振ります。ここではもともと一つの塊だった固定費を製品ごとに固定費 A、固定費 B に分割しました。すると、売価から変動費と固定費をそれぞれ引くことができて、製品ごとの利益が計算できます。さて、一見わかりやすい方法に見えますが、この方法には問題点があります。まず一つ目の問題点として、固定費を割り振る際の基準設定の難しさがあります。固定費の分け方は、製品ごとの売上、生産人数、生産機械の稼働時間など、様々な分け方が考えられます。どのような基準が良いのか、また、どこまで細かい数字まで見ていくのかに設定の難しさがあります。二つ目の問題点として、今回の例のように生産中止があった際などに固定費の割り振られ方が大きく変化します。これらのことから工場の全体最適を考える際には使いづらい点があります。一方、直接原価計算の考え方では、本来分けることができない固定費をそのまま分けずに置いておきます。
売価から変動費を引いた貢献利益を計算し、計算した貢献利益を固定費と比較します。貢献利益と固定費の比較のイメージを図で表すとこのような形です。固定費はある一定額である一方、貢献利益は販売数が増えれば増えるほど大きくなっていきます。貢献利益の合計額が固定費を上回った際に本当の意味で初めて会社に利益がもたらされます。つまり貢献利益というのは何に貢献しているのかというと、固定費の回収に貢献しているということができます。さて、最初の具体例の方に戻りますと、製品 A の貢献利益は500円、製品 B の貢献利益は600円となり、製品 B の方が貢献利益が大きいのでした。よって製品 B をより多く販売した方が貢献利益は上がりやすいです。このことが具体例にて製品 B だけを製造販売した時の方が利益が多くなった理由となります。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。